はいどうも、ビバです。今回は我が家の水槽にこちらのパイプを取り付けていきます。これは前回も動画でご紹介したんですけど、アリエクスプレスで購入したアクアリウムの外部フィルター用の給排水パイプ。製品名がよくわからないので名前が呼びづらいんですけど、アリエクのパイプと呼ばせてもらいます。前回このアリエクのパイプを60センチロータイプ水槽に取り付けました。現在どうなっているかというと、特に変化はないですね。順調に稼働しています。設置当初はこの塗水口の高さで悩んでたんですけど、従来こうだったものをこちらのパイプ、これを1本抜いて、これをここに取り付けることで塗水口を延長することに成功しました。このアリエクのパイプは一般的な給排水パイプと違ってパーツが結構分割されています。なので今回みたいに延長パイプを使って塗水口を下げるとか柔軟な使い方が可能です。これは実際に設置してみてすごい便利だなと思いました。ストレーナーもきっちり機能していて、細かい水草もちゃんとキャッチしてくれています。このストレーナー部分についても別売りのステンレスメッシュのストレーナーに取り替えられたりカスタマイズすることが可能です。個人的にはいいことずくめのアリエクのパイプ。今回はこのアリエクのパイプを30センチキューブ水槽と60センチ水槽に取り付けていきます。特に60センチ水槽は稚魚を育てようという目的で管理しているので、こちらのストレーナーだと万が一稚魚が生まれた時に吸い込まれてしまうかもしれません。底面の穴がね、ちょっと大きいんですよね。なので、こちらのステンレスメッシュのストレーナーに取り替えて使っていきたいと思います。まずは30センチキューブ水槽からやっていきます。ガラスパイプと比べてメリットデメリットなんかもおしゃべりしながら作業をしていきます。ではまず30センチキューブ水槽から作業をしていきます。この水槽で使っているガラスパイプは排水パイプがこちら小型水槽用のスピンパイプ。水流が弱められて小型水槽にも便利。そして給水側のガラスパイプもショートタイプのものを使っています。ここで1点ガラスパイプのデメリットを紹介します。これ以前も紹介したことあると思うんですけど、ガラスパイプのスリット、ここにラムズホーンが吸い込まれるんですよね。3匹か4匹ぐらいガラスパイプに張り付いてるんですけど、上の大きいやつはもう中身が吸い込まれちゃってますね。これは水流止めると、落ちますね。ガラスパイプってスリットがとても細かいんですけど、短いタイプのガラスパイプだと特にスリットの数も少ないので、吸い込む時の勢いが強いんですよね。掃除機で想像してもらえると分かりやすいんですけど、隙間ノズルをつけた状態とつけない状態で、どちらが吸い込む力が強いかというと、隙間ノズルをつけた時、吸い込み口が狭くなっている時ですね。この給水パイプもスリットの数が少なくて、スリットのサイズも小さいので、吸い込む力がとても強いです。なので動きの鈍いラムズホーンとかは結構吸い込まれて、中身だけ外部フィルターに吸い込まれちゃうことがあるんですけど、外部フィルターの中にラムズホーンの身だけ吸い込まれてると思うとちょっとおぞましいですね。それに対してこういったタイプのストレーナーだと、このパイプの先端の吸い込み口からこのスリットまで若干距離があって、しかもこれは360度前面から水を吸い込むので、たとえラムズホーンがスリットの上を歩いても吸い込まれて動けなくなるっていうほどの水流は生まれません。生体の吸い込み事故を未然に防ぐっていう意味でも、このタイプのストレーナーは役に立ちそうですね。ではパイプを交換していきます。ガラスパイプを押し込んで抜く。そしてこちらに取り替えると。よし、これで OK かな。忘れてた。パイプつけましょう。よいしょ。分割式のパイプは便利。続いて排水パイプを交換していきます。交換していくんですが、ちょっと想定外のことがありまして、ホースが短い。どんだけ引っ張ってもホースがここまでしか来ないので、このパイプはどう考えてもつかないですね。ちょっとホースを交換します。せっかくなのでホースコネクタの付け方、これ前回動画でなんだこれ初めて見る形式だと思ったら、使ってる外部フィルターも同じ形式でした。何を思い違いしてたのかコメントでご指摘いただいて、そうだと気づきました。これはこのスクリュー式の留め具、これをあらかじめつけてホースをギュッと根元まで差し込みます。そしてこれをぐるぐると締めていくと、ホースが固定されて抜けなくなります。ここをしっかり締めた方がいいと思うんですけど、指だとなかなか滑って締められない場合もあるので、100均で売ってるジャムとかの瓶の
蓋開けるやつ、滑り止めのやつ、これ使うとすごい回しやすいですね。特にこれ外す時が大変なので、こういうのを一つ持っておくととても簡単に外すことができます。便利便利。じゃあこれで設置をしていきます。塗水口をシャワーパイプに変えてみます。あっという間ですね。向きはこんな感じでスイッチオン。いいんじゃないかな、これで。ハチェットも落ち着いた感じがする。この水槽はこれでいきましょう。我が家に3匹いるハチェット。いつも3匹一緒にいますね。臆病なのかな、いつでも水面に飛び出すぜっていう意気込みを感じます。そうそう、やっぱり個体差というか、製品の精度については不安がありますね。これ塗水パイプの L 字コネクタの部分なんですけど、つなぎ目から水が常に漏れています。先日つけたロータイプ水槽の方は水漏れはないんですけど、こちらについては水漏れがありますね。もちろん水槽内に水が落ちているので問題はないんですけど、この辺りは日本国内で検品されているものではないので、こんなもんかなっていう感じですね。給水パイプなんですけど、水草の中に埋もれてしまいました。延長パイプは使わずに1段階の長さで使ってるんですけど、まあこれはこれで問題ないでしょう。30センチキューブはこれで交換完了ですね。続いてこちらの60センチ水槽。この水槽の給排水パイプ、これをずっと変えたかったんですよね。なぜかというと、排水パイプ微妙に長すぎてホースと水槽台が干渉してしまって、どうしてもパイプがぐにゃっと斜めになってしまいます。ここ切ればいいんですけど、せっかくのパイプ切るのもね、もったいないので、ここでこの塗水パイプが活躍すると。こうやってつけばホースはこっから出るので、自由自在にあっちに回すでもいいし、こっちに垂らすでもいいし、設置の自由度が上がりそうですね。給水パイプについてもストレーナーがソイルにくっついちゃってるので、これはこちらの延長パイプを一つだけ使ったパターンでこの辺りに設置します。それとこの水槽は花火の稚魚がたまに誕生しているので、こちらの別売りのステンレスタイプのストレーナーに変更します。これで稚魚も吸い込まれない。バッチリですね。じゃあサクッと交換していきます。いいねいいね。これは延長パイプ使うか。さすがにね、位置が高すぎるね。ほい、OK。はい、こちらも交換完了しました。ノズルの高さとかもバッチリですね。側面側も長かったパイプがこんな短くなったので、かなりスッキリしました。ホース汚れてなかったらもっと見栄え良かったと思います。ストレーナーの位置は水槽の真ん中ぐらいまで来てしまっているので、これはちょっと様子見ですね。ここまで水が減るっていうことはないので、これでも問題ないんですけど、水槽内の水の循環考えるともっと下げた方が良さそうです。とりあえず様子見。これで我が家の水槽は全部アリエクパイプに交換完了しました。お疲れ様でした。最後に注意点まとめたいと思います。まずこのアリエクパイプなんですけど、購入して開封した直後は結構製品にバリがあります。実は前回の動画で映ってないところでスクリューネジを握ってギューッと回してたんですけど、バリがあったの気づかないで指が切れてしまいました。他にもこのパイプとかこの U 字の部分ですね、ここら辺バリが残ってる場合がほとんどなので、設置する前にカッターとかニッパーでバリは全て取り除いた方が安全です。自分が怪我するにはどうでもいいんですけど、水槽内に入る塗水口とかストレーナーとかシャワーパイプとか、これにバリが残ってるとオトシンクルスとかプレコとか吸い付く系のお魚が怪我してしまうかもしれないので、水槽に設置前に必ずバリを取り除いておきましょう。あとは動画の途中でもちらっと紹介したんですけど、どうしても分割式のパーツになっているので、接続部から水漏れが発生しちゃう場合があります。ただ接続部はほとんど水槽の中に入る部分なので、水漏れしても大した問題ではないんですが、完璧を求める人には辛いかもしれませんね。そしてホースを止めるパーツ、これを締め付けるには100均とかで売ってる瓶の蓋オープナー、これがとても便利なので、一つ用意しておくと作業が簡単になると思います。ただやっぱりぶつけても割れない、これはものすごいメリットだと思います。そして一部のパーツは組み合わせることができるので、例えば給水パイプを長くしたり、塗水口を下げたり、塗水の方向を自由に変えられたり、なかなか使い勝手の良い給排水パイプかと思います。ガラスパイプと比べるとこのぐらいの透明度なので、こちらの透明度でも納得できる方は検討してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はアリエクパイプの設置動画でした。一応商品リンクは動画説明欄に Amazon とアリエク載せてあるんですけど、海外から取り寄せるような製品なので、購入およびご利用には
自己責任でよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。